皆さんこんにちは、新名秀彦です。今日は大腸がんの初期症状ということで、僕にね、どんな初期症状があったのか、それから健康診断でやらかしてたこと、そして先生がおすすめする検査についてお話をしたいなと思っています。がんは誰もが早期発見をするに越したことはない。とにかく早い方がいいっていうのは皆さんね、ご存知かと思うんですけども、僕は残念ながら早期で見つけることはできなくて、最初に見つかった段階というのは、大腸のステージ 3B という状態でした。一番最初は腫瘍で大腸が完全に閉じてしまう、詰まってしまって、便が全然通らない状態で、腸がパンパンに腫れ上がって、ものすごい激痛でのたうち回って救急車で運ばれてスタートで、それから膵臓だとか肝臓などに転移をして、がんと本当に長い付き合いになってきてるんですけども、やっぱり僕自身健康に対しての意識だとかがんの知識っていうのがもう少しでもあれば、ここまで長い付き合いをすることはなかったのかなと思っています。ということで、大腸の初期症状、僕がねあった初期症状も含めて5種類ちょっと挙げてみたいなと思います。1つ目、血便と下血。これは僕にはあったのかどうなのか正直言うとわからないです。僕はちゃんと便を見る習慣がほとんどなかったんです。見る習慣がある人からすると当たり前の行動かと思うんですけど、僕も見る必要があるっていうのは教わってたはずなんですけど、やっぱり全然そこに意識がなかったので、全くと言っていいほど見てなかったので、あったのかどうなのかはわからないです。ただ調べてみると、ちゃんと見てれば大腸が完全に閉じるぐらいの大きな腫瘍になってたので、きっとあったんだろうなと思っています。ただ見てませんでした。2つ目、排便の変化。毎日出てた便が出なくなったりだとか、便が細くなったり下痢になったりという症状が人によって出るみたいなんですけども、僕は毎日もともと便が出る習慣がなかったので、ここに関してもまた気づいてませんでした。あまり意識してませんでした。ただ振り返ってみると、便が細くなった時っていうのは確かにありましたし、下痢になっている時もありました。ただある時を境にずっと便が細くなってしまったとか、ずっと下痢が続いたってわけではなくて、便が細いなと思う時もあれば、そうじゃない時もあったり、あれ下痢になったなとか、そうじゃないなっていうのを繰り返すようなものがあったので、知識があればその時点で違和感を感じているところはあったのかもしれないんですけど、当時の自分は何もこれに関しても違和感を感じてませんでした。健康に対しての意識もないし、無知だったってことだと思うんですけども、全然これに関しても違和感を持ってなかったですね。3つ目が、腹痛、お腹が張る。僕は腹痛はなかったんですけども、お腹が張るっていうのは確かにそんな時もあったなっていう認識です。お腹が張るというか、張ったり、あんまりお腹が空かなくなったりだとか、お腹周りが重たいっていうような感覚は徐々に出てたなという気がします。それが最終的にはひどくなってって、一切便が出なくなってってことですけども、便秘気味だなっていう認識はしてたので、それでお腹が張ってるんだなとか、なんか重たいんだなっていうぐらいの感覚、そもそもなんで便秘になってるのか、何日も出てないな、最近あんま出てないなっていうことに対して違和感を持ってなかった。そのぐらい気にもしていなかった。最近ただ単に便秘気味だな、下剤飲めばいいかなとぐらいの認識しかなかったです。4つ目、貧血。これは僕はもう全くなかったですね。はい。5つ目が体重減少。これも僕はなかったですね。どちらかっていうと、最近ちょっと太ってきたなとか、スーツがきつくなったなっていうような認識をしてたので、体重を減少している感覚はなかったです。この5つの症状の中で僕が当てはまるのは2つかなと。これ聞く人によってはそれなりの症状が出てたよねって気づく人もいるでしょうし、当時の僕はほとんど気にもしてなかったっていうような感じです。なので誰もがわかるような露骨なものは出てなかったのかなっていうことなので、それでも最終的には腫瘍が完全に詰まってる大きさになってたので、やっぱり自分自身が健康に対して意識をしてたりだとか、多少なりとも知識がないとなかなか気づかないのかなと思います。これは症状のお話で、症状がなくても分かるようにってことで、便潜血検査、検便検査っていうのがあると思うんですけども、これは僕はやらかしてまして、僕はこの検査では
陽性反応はなかったんですね。っていうのは、これは僕に原因があって、本来であれば2日間に分けてきちっと便の表面を全体的に取って提出をするものですけども、本当に意識が低かったんだと思うんですけどね。パパッと表面の数箇所をつけて提出をする、まんべんなく取ることをしていなかったですし、がんになった時の直近の検便検査は1日分しか確か提出してないんですね。2日分出していないんです。なので、たまたま取った日、取ったところっていうのは血がついてなかった。多分どっかに血が出てたと思うんですけど、それだけ大きな腫瘍になってたので、でもたまたま取ったところがそうじゃないところを取っちゃってたんだと思うんですよね。きちっとやってなかったから、そこで見つけることができなかった。それだけ大きな腫瘍になるまで、便が詰まるまで気づかなかった。これは本当に何のために検査をしたのか自分でも分かんないんですけど、自分の意識の低さで出たものなんだなと。これはちょっと反省するところかなと思っています。やるからにはちゃんとやらなあかんなというところですね。それと、一番最初に大腸の手術をしてもらった先生と話をした時のことなんですけども、検便検査は毎年受けてなかったのっていうところで、受けてはいました。話をしたんですけども、先生に言われたのが、やっぱ検便検査っていうのは完璧ではないので、検便検査だけじゃなくて、内視鏡検査、やっぱりカメラで見る、目視するのが一番間違いないことなので、本当はそれを一定の年齢になったらやるべきだと思いますよってことを言われてました。これはもうがんになった後だったので、僕に対してというよりも、周りの人にも伝えてくれという意味で言われたんだと思うんですけども、今思えば、そういった知識があれば、情報があれば、健康に意識がなかった自分は多分やってないんでしょうけども、それこそ本当に知識と健康に対する自分の心構えっていうので、だいぶ違ってくるのかなってやっぱり思いますね。特に僕の場合っていうのは、家族、祖父も母もがんになっているので、がんになりやすい要因の一つとして、家族に、身内にいる人っていうのが項目としてある以上は、やっぱり本来は内視鏡検査もそうなんですけども、検便検査は本当にがんを見つけるつもりできちっとやってなければいけない人間だったと思うんですけども、当時の自分はそんな認識がなかったというところで、これは反省点かなと思っています。ということで、今日はがんの初期症状ということで、自分の意識とちょっとした知識があるだけで、大きく変わってくるんじゃないかなと思ったので、今回このお話をさせてもらいました。チャンネル登録、いいねボタンを押していただけるとありがたいなと思います。またコメントの方もですね、これ僕だけが読むんではなく、見ている方も読んで、また新たな情報になったりもしますので、ぜひ、どんなことでも結構ですので、コメントの方も入れていただけるとありがたいなと思います。ということで、また次回の動画を見に来てくれたらと思います。それではまた。